ひょっこり現れたのは、ある店のオリジナルキャラクター、カッパのペースケくん。急に走り出しました。焦るでない。家康さんもそう言ってますよ。海を越え山を越え、そんなに急いでペースケくんは一体どこへ？向かった先にあったのは焼き芋でした。なんでやねん。今日うふふ。思わず笑ってしまうユニークなスタンプで注目を集めているのが今回の主人公です。大正元年、二条寺町で創業した田丸印坊の5代、田丸拓さんです。昔ながらのお店、老舗のお店として一応やらせていただいてますけれども、老舗の変わったハンコ屋さんだと思ってるんですね。観光地にありますので、店頭でお客様が思わずうふふっと笑ってしまうようなちょっとユニークなそういったスタンプを作りたいという思いからこの名前にさせていただいてます。田丸印坊は新京極に店を構えるいわゆる町のハンコ屋さんです。店には冒頭で紹介したスタンプが数多く並びます。これまでに作ったスタンプの数はなんと3400種類にも上ります。もちろんスタンプ以外もハンコや落款印といったいわゆる印章も取り扱っています。ハンコとスタンプ、その違いを知るためにハンコの作り方をご覧いただきましょう。まずデザインを考えながら紙に下書きします。今回は京都地震のハンコを作ってもらいます。この文字の組み合わせでこう考えてるんで、どのこう書体を使うかとか、同じこれ篆書体ですけど、篆書体って無数にあるんですよ、結構形がね。今回だとこの「地」が一番難しいんですね。口のところですよね。この口のところは画数が少ないので、できるだけここを目立たさんように全体をこうバランス取っていくっていう作業でしたね。面すりはハンコを押した時に陰影をきれいに出すための重要な工程です。粗さの違う紙やすりを使って素材の凹凸をなくします。次に黒と朱色の墨汁を用意します。ハンコに文字を入れる富士です。篆刻台という専用の台に印材を固定し字入れします。先ほど描いたデザインを頭の中で鏡文字に変換して書き込んでいきます。息を止め、一筆一筆慎重に書き進めます。文字を入れたら鏡を使ってバランスを確認します。これでやっとした準備が整いました。太さの違う数種類の印刀を使い彫り始めます。黒色の墨を塗った部分を残し、朱色の墨で色をつけた部分を彫ります。ここからは一発勝負。書いた文字を壊さないように慎重に彫り進めます。やっぱ最初にこう彫り始めて難しいなと感じたポイントは、裸眼で1ミリ以内のところにこう刀を正確に何度も落とせる技術っていうのがやっぱ最初は難しかったですね。なのでもう本当に髪の毛の先ぐらいの部分にこう刀を正確に落とさないと、もしそれをミスをしてしまって枠なんかを切ってしまったら、もう一回最初からやり直し56時間戻ってしまうっていうことになるので、実際に何回もやってますしまず基本技術っていうのがありまして、篆刻三法とかいう専門用語では言ったりするんですけども、文字をちゃんと理解してるかっていう、字法っていうものと、あとはデザイン面でいろんな決まりだとか守らなければいけないルールがあって、それを商法って言ったりするんですけど、で
プラスアルファ、3つ目として刀をどう使うかっていう、刀法っていう、その3つが、まず基本技術として必要です。でその上でじゃあどんだけその個性みたいなものを出せるかとか、自分の中で、どこを大事にしていくのかっていうところが職人さんでいろいろと差があるところだとは思うんですけども、僕の場合は詰まってるところと空いてるところ、その空間のバランスを取るっていうことを一番重視はしています。パッと見た時に重たいところがない状態をめがけてやっていく。そうすると6時間かかるっていう多分ゴールはないと思いますし、どこまで追求するのかっていうのと、時代がどこまで追求させてくれるのかっていうところも正直ぶっちゃけるとあるとは思います。田丸さんが家業を継いだのは29歳の時。それまでは大手のシステム会社に就職して、偶然にも国のですねデジタル認証を推進するようなプロジェクトに、たまたま配属されまして。デジタル認証は従来のハンコを使った押印にとって代わる次世代の認証システムのこと。つまりいわゆるハンコ屋さんなくすような仕事をしていたという形にはなります。ただそこで得たことも結構あって、そのデジタルの限界っていうところもある意味知れたっていうのは結構僕にとっては大きいことで。デジタルとアナログの両方を生かしたものづくり。ハンコ製造の技術が京ウフフスタンプにも取り入れられているのです。今回の主人公、田丸印坊の5代田丸拓さん。店の隣にある錦天満宮への参拝が日課です。実は田丸さんは錦天満宮からあるものの制作を任されています。それが御朱印に使われているハンコです。これはおそらく私の曽祖父がですね作ったものになると思うんですが、できるだけその使い古したその風合いというものをそれを大切に作り直すということを重視してリメイクさせていただきました。大正元年に創業した田丸印坊。2代の田丸勇さんの頃には比叡山延暦寺や八坂神社に石碑や天額を寄贈するなど自社と深く関わってきました。アナログの技術だけでは昔の方には勝てないのかなというふうには正直なところ思います。ただそれじゃ悔しいじゃないですか。なので昔の人が使えなかったような、道具、今で言うと、機械だったりデジタルのものだったりそういったものを使ってそれを道具として捉えた時にそれを一つの技術だというふうに捉えることも可能だと思うんですね。そういったものを使って先人たちが作り上げたものを超えていくっていうことは私は可能だと思っているので。そういった思いも込められた京ウフフスタンプ。田丸印坊ではオーダーメイドで似顔絵スタンプも製造しています。今回は私増武氏をモデルに作ってもらいます。手書きの下書きをパソコンに取り込み、それをもとに線画を描いていきます。最終的にスタンプだろうと凹凸なんですよね。線と線との間にどれぐらいの余白を持たすと綺麗に出るのか、どういうふうなエッジにしておくと綺麗に出るのかとか、彫刻をする上で必要な技術っていうものをスタンプに転用できる部分は全て転用していると。彫刻線を意識したスタンプであるっていうのが、一言で言うと他のスタンプとの一番の差だと思いますね。さらに田丸さんはハンコで培った文字の技術と京ウフフスタンプで培った絵の技術、この2つを合わせた京ウフフ印も考案しました。名前を押すたびにウフフと幸せな気分になる。京都銀行など一部金融機関でも使えるハンコです。この先明らかにデジタルの時代になっていく。アナログの仕事をどのようにデジタルの社会の中で皆さんに使っていただくのか、
ざっくり言うとアナログとデジタルっていうものをつなぐような、アナログっていうものをどうデジタル社会で活用していけるのかっていうところで一つの答えなりっていうのを自分の中で見つけていって、でそれがそのアナログに従事している方に少しでも役に立てばいいなと、そういうふうに考えてます。田丸院坊5代田丸拓さん。ハンコの主な役割は本人であることや正式な書類であることなどを証明することですが、田丸さんはハンコやスタンプに遊び心と絵心を加えて多様な可能性があることを証明しようとしているのです。